この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は MLCC 積層セラミックキャパシターについての解説動画です。MLCC はスマートフォン、家電、自動車などの現代のエレクトロニクス産業にとってはなくてはならないものになっています。そんな MLCC の動作原理、内部構造、種類、製造工程など詳しく、そしてわかりやすく解説していきます。実際に解説を始める前に今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。今回は事業者向けの CM になるのですが、企業でディジキーを使って部品調達や供給を効率化しましょうというものです。一番簡単なのはディジキーが提供している部品管理ツールのマイリストを使うことです。これは部品リストをディジキー上で作って複数人で共有、そして発注してしまおうというツールです。私も毎回使っています。またディジキーでは API も提供しています。例えば自社サイトにディジキーの在庫情報を API 経由でリアルタイムに掲載することも可能です。サンプル希望のお客様をまずディジキーに案内してそこで買ってねっていうことをできるわけです。実はこれをやっているサプライヤー結構多いです。ここまで話してきたディジキーを使った部品調達の効率化については実はウェビナーで無料公開しています。部品調達の効率化に悩んでいる場合は概要欄にあるリンクからぜひ確認お願いします。まずキャパシターの種類ですね。固定キャパシターと可変キャパシターがあって、固定キャパシターのうちのさらに有極性のキャパシターと無極性のキャパシターがあります。極性のあるものだったらスーパーキャパシター、アルミ電解コンデンサー、これよく使うやつですね。そういったものがあります。今回見ていく MLCC 積層セラミックキャパシターなんですけども、無極性キャパシターのうちのさらにセラミックキャパシターというのがあるんですけども、その中に入っています。実物なんですけども、こんな感じです。リードタイプの MLCC もありますし、表面実装タイプの MLCC もあります。実際 MLCC がどんなところで使われるかなんですけども、電子回路があるところなら基本的にほぼ 100% の確率で MLCC が使われています。代表的な例で言うと、スマートフォン、パソコン、自動車なんかです。スマートフォンやパソコンですと大体500個から1000個ぐらい MLCC が使われています。これは以前分解したスマートフォンの CPU の裏面の部分なんですけども、このように非常に多くの MLCC が使われています。しかもサイズ見てください。これ非常に小さいんですね。1ミリ以下のものが非常に多く使われています。自動車なんかでも最近の電気自動車、特にですね、自動運転とかそういったものがついているものについては MLCC の数が非常に多くなっていて万単位で使われます。ガソリン車の場合 MLCC の使う数はもうちょっと少なくなるんですけども、それでも数千個は使っています。なんでかっていうと最近の自動車かなり電装化が進んできていますし、安全装備なんかもかなりモリモリに入ってきています。カーナビとかそうですし、あとは液晶のスピードメーターなんかもあります。あとは車体の前後にレーダーであったりカメラなんかがついていますね。そういったところには電子回路が多く使われていて、結果として MLCC が非常に多くの数使われるわけです。余談なんですけども、過去の動画で分解した USB 充電器の中を見て MLCC が何個使われているかを見ました。するとですね、25個使われていることが分かりました。1個の USB 充電器には25個しか使われていないんですけども、それがですね、非常に多くの数が出ていますので、非常に多くの MLCC がこういったところでも使われます。次に実際の MLCC のサイズ感とどの MLCC がよく使われるかを見ていきます。チップサイズの表記はこのようになっていて 0603M とか 0402M とかそういったものです。例えば 0603M ですとサイズは 0.6mm×0.3mm の MLCC のチップサイズです。先ほどから何回も見てきていますが非常に小さいです。表記の方法で一つだけ注意点があって M がつかない場合、それはインチサイズを表していることが多いです。こちらに書いている通り0603は 1608M となるので注意が必要です。結構ややこしいです。次に実際どのサイズの MLCC がよく使われるのかを見ていきます。MLCC は基本的には小型化の傾向がありまして、特にサイズ制約に厳しいモバイル機器に牽引されて 0603M と 0402M が主要のサイズになりつつあります。この赤い線と紫色の線です。先ほどスマートフォンのプリント基板をお見せしましたが非常に小さい MLCC がぎっしりと並んでいましたね。じゃあチップサイズの大きい 1005M とかそういったものはどうなるかというと車載機器であったりあとは家電製品なんかであったりそういった比較的サイズの大きなプリント基板で採用され続ける見込みではあります。後の説明で出てくるのですが MLCC の耐圧を高くすると MLCC 自体のサイズを大きくするかそれかサイズそのままで耐圧を上げようとすると静電容量は減ってしまいます。なので全部の MLCC がどんどん小さくなっていくかというとそんなことはなくて使い分けていくとこういった構成比率になっていくわけです。ただ全体としては小型化の傾向はあります。
小さいランキングで言うとどれくらいの小ささの MLCC が出ているかというと、村田製作所は世界最小のですね、016008サイズの MLCC を出しています。これはですね、サイズで言うと 0.16mm×0.08mm というですね、とてつもなく小さな MLCC です。これはですね、実装面積の制約の厳しいモバイル端末であったり、あとはウェアラブル端末で使われる、そういった用途があるそうです。ただですね、実際それくらい非常に小さな MLCC を使おうとすると、プリント基板に MLCC をですね、こういうふうにマウントしている時の部品マウンターというのがあるんですけども、それの位置合わせなんかもかなり高精度が要求されますし、あとはそもそもですね、その小さい MLCC をどうやってリールから持ち上げるのかとか、そういったのも結構難しいんじゃないかなとは思ってます。使いどころは選ぶかと思うんですけども、そういった非常に小さな MLCC も出てきています。ここからは MLCC の構造について解説していきたいのですが、その前にキャパシタ自体のですね、構造について解説していきます。これは原理的な説明になるのですが、2枚の平行平板、これは金属でできたものの間に誘電体を挟み込んだものがキャパシタです。ちなみに誘電体はなくてもキャパシタとしては動作します。キャパシタに電圧源をつないでみます。ここにスイッチがありますが、スイッチを閉じると、はい。そして、このように自由電子が移動します。それぞれの金属板について見てみると、上の方は電子が少ないので電気的には正。下側の金属板は電子が多いので電気的には負になっています。これがキャパシタが充電されている状態です。キャパシタが充電された後に電源を取り外してもキャパシタは充電されたままです。電荷はそのまま残り続けます。これはなぜかというと空論力によって電荷が引き寄せられて外に逃げていかないからです。次にキャパシタの静電容量ですが、こちらの式で表されます。静電容量は電極の面積に比例、2枚の金属板の距離に反比例、そして中に入っている誘電体の誘電率に比例します。MLCC の場合なんですけども、こちらの誘電体の誘電率、そして電極間の距離がですね、重要になってきます。もちろん面積も重要です。キャパシタについての原理的な説明はできたのですが、実際 MLCC はどうなっているのかを見ていきます。こちらが実際の MLCC の断面図です。MLCC がここにありますが、それを半分にパカッと割った時の断面図がこちらです。構成要素は大きく分けて3つあります。誘電体、内部電極、そして外部電極です。誘電体はセラミックでできています。焼き物みたいな感じですね。本当に焼いています。次に内部電極なんですけども、これは金属でできていて、誘電体の上に重なるような、誘電体で挟み込むっていうんですかね。そういった構造になっています。このように積層構造になっています。電極は互い違いになっているので、こちらの単面が見えて、で反対側の単面に出てくるみたいな、そのように重ねていきます。そしてこの両端の部分に外部電極があるのですが、この外部電極も同じように金属でできています。内部電極と外部電極は電気的に接続されていて、外部電極を介して外の回路に接続できるようになっています。実際の MLCC がこちらにあるのですが、MLCC の茶色の部分がこの誘電体の部分、そして両端に銀色の部分が見えていますが、これがですね、こちらの図であるような両端の外部電極です。実物はこういう風にコロッとしているんですけども、実際に中を見てみるとこのように何層も重なったような構造になっています。実際どれくらいの総数が重なっているかというと、数百から1000くらいまで重なっています。例えば MLCC の高さ方向が 1mm でそこに1000層重なっているとしたら、1層あたりの厚みは1マイクロメートルということになります。非常に薄い層の積み重ねになっています。実際の積層なんですけども、ここまで綺麗にはなっていません。もうちょっとですね、ガタガタと言いますかですね、そんなイメージです。ただ厚みがですね、非常に薄いですね。こちら村田製作所のウェブページから拾ってきたものなんですけども、灰色部分のセラミックスの厚さが 0.5 マイクロメートル。ちょっと黒い部分が内部電極なんですけども、そちらの厚みが 0.4 マイクロメートル。1層あたりトータル1マイクロメートル以下です。非常にですね、薄いものを積み重ねているので、このようにちょっとガタガタとなっていますけども、これだけ薄いものをこの精度で積み重ねられるっていうのは非常に難しいというか、すごいことですね。これだけ積層ピッチを狭くしていくと静電容量はかなり低くできるのではと思うかもしれません。実際ですね、サイズの割に静電容量非常に高くできます。ただ耐圧も犠牲にする必要があります。例えば同じ製品群の中で同じサイズ 1608M サイズの MLCC の静電容量と耐圧を比較してみます。左のもの、静電容量は非常に大きくて100マイクロファラド、非常に小型なんですけども100マイクロファラドあります。ただよく見てみると耐圧は非常に低いです。2.5V しかありません。使える用途はかなり限定されます。
一方で、右側の MLCC も見てみます。こちら耐圧 250V と非常に高いですが、静電容量をよく見てみると10ピコファラッドしかありません。同じサイズ、同じシリーズの MLCC ですが、耐圧と静電容量がここまで違ってきます。MLCC を実際に作っていくときは、使う誘電体材料、積層ピッチ、積層数を調整して目的とする耐圧、静電容量を実現していきます。ただ私たちはですね、こういったものを使う立場なので、定格の合ったものを選んでおけば OK です。前のスライドで MLCC の静電容量を非常に高くできる、大きくできるとありましたが、その理由を MLCC の構造から紐解いていきます。ここへですね、積層構造が非常に重要になってくるわけです。断面図で内部電極が互い違いになっていますが、その部分を拡大してみます。このように誘電体があって内部電極。で、また誘電体があって内部電極。この部分がですね、全部キャパシターのようになっています。この部分の透過回路を書いてみると、こんな感じです。透過回路のキャパシターの平行平板がありますが、この部分がすべて内部電極になっています。そしてそこに電気的に接続される外部電極によって、外に端子が引き出されるような形になります。こちらの透過回路、結局はですね、こういう風にキャパシターの並列接続なんですね。このように積層した数だけ並列接続の数が増えることになります。これが MLCC は積層数を増やすほど静電容量は大きくなる理由です。ただここにも注意点がありまして、先ほど説明したように積層していくと厚み方向はどんどん増えていきますし、厚みを増やさないために誘電体を薄くしていくとその分耐圧は減っていきます。いろいろトレードオフの関係があるわけです。ちょっと話は変わるんですけども、アルミ電解コンデンサー皆さんご存知かと思います。これも大容量なキャパシターとして使われることが多いです。MLCC と電解コンデンサーは構造的には全く別物なのですが、知識として知っておいた方が良いと思うので、少しだけ紹介します。アルミ電解コンデンサーなんですけども、素子をロール状に巻くことで表面積を増やし、それで静電容量を稼いでいます。また、ロールを巻いていく以外にも静電容量を増やす工夫というのはされています。それは何かというと、箔自体にエッチング処理というのをします。これは箔の表面に凹凸を作って、その分ですね、表面積を稼ぐというものです。そのままですと耐圧はありませんので、火成処理というものをして表面に酸化膜をつけていきます。これによって耐圧を稼ぎます。ちょっとした電解コンデンサーの紹介でした。ここまで来て MLCC の静電容量を大きくするにはどうしたら良いのか見ていきます。先ほどキャパシターの基本の式が出てきましたが、そこに積層数を追加しています。静電容量を増やすためには、積層数を多く、誘電体の誘電率を高く、一層あたりの内部電極面積を広く、そして内部電極間の距離を短くすることです。ここへですね、MLCC に要求されるのは何かっていうのをもう一度よく考えてみるとですね、まず小型大容量であること、これかと思います。もちろん他の性能指標である ESR、ESL が低いなんていうのもありますけども、まず小型大容量です。ここで電極の面積を広くするとどうなるかというと、静電容量は高くなるのですが、面積は広くなってしまいます。これはですね、小型化の流れに反するものです。では小型を維持しつつ静電容量を増やすためにどうすればいいかというと、まず誘電率を高く、電極間の距離を短く、内部電極間距離を短く、そして積層数を多くというのが基本です。ただこれもそんなうまくはいかなくて、それぞれの項目に対してトレードオフになるものがあります。例えば誘電率を高くしようと思って誘電体の材料を変えると、誘電率の温度や電圧に対する特性が悪くなってしまうこともあります。電極間の距離を短くすると、今度は耐圧が低くなってしまいます。あとは積層数を多くしていくと、高さ方向にどんどん積み上がっていくことになりますから、サイズが大きくなってしまいます。MLCC はもともとある程度サイズが決まっているデバイスです。そのサイズの中でコスト感が良くて最も性能が高くなるようにしますので、考えてみると結構制約の多いデバイスです。ここからは MLCC の中でも重要な要素である誘電体についてまず見ていきます。MLCC の誘電体材料なんですけども、温度保証用と高誘電率系で異なった材料を使います。ちょっと補足になるんですけども、MLCC は温度保証用と高誘電率系の2種類あります。温度保証用は静電容量は小さいんですけども、静電容量の電圧や温度に対する変動というのは非常に小さいです。一方で高誘電率系のものもあります。その名前の通りですね、誘電率が非常に高くて静電容量をかなり稼げる、そういった MLCC です。ただこれも
もですね、欠点がありまして、静電容量が温度や加える電圧によって大きく変動してしまうという点です。この後のスライドでちょっと説明しますね。基本的にどちらのキャパシターも誘電体を使うのですが、温度保証用は上誘電体を、そして高誘電率系は強誘電体を使います。いろいろですね、材料はあるかと思うんですけども、高誘電率系についてはチタン酸バリウムを使います。これらの誘電体の非誘電率ですね。結構違っていて、温度保証用はかなり小さいです。小さいって言っても、100程度あるので、そこそこあるんですけども、高誘電率系に比べて小さいということですね。一方で、高誘電率系はどうかというと、1万程度ですね。かなり高いです。先ほど使う誘電体の材料によって静電容量の温度特性や電圧特性が変わると言いましたが、それを実際に見ていきます。まずは MLCC の温度特性についてです。これは村田製作所の主力製品である GRM シリーズから抜き出しました。このグラフですが、横軸が温度、縦軸が静電容量の変化率です。0% が定格の静電容量で、それより減っていくとこの下の方に行って、増えると上の方に行きます。温度特性がですね、こちらのオレンジ色の線が温度保証用のキャパシター、緑色の線が高誘電率系のキャパシターです。括弧内は温度特性のグレードです。見てわかる通り、温度保証用のものが温度変化した時の温度変化に対する静電容量の変化や変動は少ないです。一方で、高誘電率系のものはどうなっているかというと、だいたい40度くらいで静電容量のピークが来ています。そこから温度が外れると静電容量は少しずつ減っていくという風になっています。このように温度に対する静電容量の変化あるんですけど、これはですね、実はまだまだ可愛い方で、直流電圧に対する静電容量の変化はもっとすごいことになっています。こちらです。こちらのグラフ、横軸が加える直流電圧、100% のところが定格電圧ですね。先ほどと同じく縦軸は静電容量の変化率、0% が定格の静電容量で、そこからですね、少しずつ下がっていく。温度保証用のものを見ていますが、直流電圧が加わったとしても、静電容量はほとんど変化していません。実際にはですね、0. 何%とか、そのくらいは下がっています。なんですけども、ほぼ変化していないと言って良いでしょう。それに加えて、高誘電率系のものはどうかというとですね、ものすごく低下しているんですね。今回は2つとも耐圧 50V のものを選んでいますが、高誘電率系のものは定格電圧で使うとなんと 85% も静電容量が低下します。定格電圧の半分である 25V のところで見てもマイナス 65% となっています。このように高誘電率系の MLCC は直流電圧を加えると静電容量が大幅に低下してしまうという特徴があります。なので高誘電率系の MLCC を使うときは実際に使う電圧での静電容量を確認してから MLCC を選定する必要があります。データシートに書いてある定格の静電容量だけで選ぶと想定していたよりも静電容量が低くなって設計した通りに回路が動作しないなんてこともあります。これは結構見落としがちなポイントです。先ほども表で出てきましたが、高誘電率系の MLCC に使う誘電体材料はチタン酸バリウムです。ただ、チタン酸バリウムをそのまま使うということはほとんどありません。というのも、温度に対する誘電率の変化がかなり大きく使いづらいからです。誘電体にはキュリー温度というものがありまして、強誘電体が上誘電体に変化する転移温度があるのですが、その温度で誘電体の誘電率は最も大きくなります。チタン酸バリウムですと、そのキュリー温度がだいたい120度くらいです。なので、チタン酸バリウムをそのまま使うというのは、室温付近で使うことがほとんどの MLCC では使いにくいということになります。じゃあどうするかっていうことなんですけども、チタン酸バリウムにシフターという混ぜ物を入れて、室温付近にこの誘電率のピークを持ってきます。また、この図を見てわかる通り、ピークがですね、ちょっと尖りすぎてますよね。温度変化すると誘電率が急激に変わってしまって使いにくいです。なので、こちらもやはり同様に混ぜ物をしてピークをなだらかにしていきます。なので、このようにチタン酸バリウムにいろいろ混ぜ物をして使いやすい特性の誘電体材料を作っていきます。次は MLCC の内部電極について見ていきます。こちらの茶色が MLCC の誘電体材料ですが、その上に乗っているこの部分です。内部電極の材料なんですけども、主にニッケルが使われます。ESR が低い製品では銅を使うこともありますね。こちらの内部電極なんですけども、昔はセラミックの高温焼成に耐えるためにパラジウムや銀パラジウム合金などの貴金属が使われていた時代もありました。ただこれ貴金属なんですね。静電容量を増やすために積層数をどんどん増やしていくと内部電極のコストが爆上がりするようになってしまいます。なので材料としては比較的低コストなニッケルが使われるようになりました。
でですね、ニッケルを使うようになったんですけども、やはり色々と課題があったんですね。そういった課題をですね、色々とクリアしてきたものが我々が普段使っている MLCC になっています。まず課題の背景を説明していくと、非金属、ニッケルとか CU ですね。そういったものを使った内部電極は、セラミックを焼くときに酸化してしまいます。酸化すると導電性を失ってしまい、その外部にですね、電極を引き出すことができないわけです。そうすると MLCC としては機能しません。かといって内部電極が酸化しない還元雰囲気中でセラミックを焼成すると、今度はセラミックの絶縁性能が低下してしまうという課題がありました。これがその課題点の部分です。でですね、ここで元村田製作所の坂部氏がとある発見をしたんです。それは何かというと、チタン酸バリウムに他の元素を少しだけ混ぜてあげると、還元雰囲気中でセラミックを焼成しても絶縁性と誘電率を保つということです。このように課題を解決していったわけなんですけど、ここで素晴らしい点は何かというと、こういった新しい発見をした上に、それを事業化したことなんですね。それがですね、今ある MLCC 産業の基礎となっています。もしこの発見がなかったら今の電化製品はもっと高額になっていたかもしれないですし、もっと大型になっていたかもしれないですね。ちなみに村田製作所はこれで IEEE のマイルストーン賞を最近取っています。次は外部電極について見ていきます。こちらの画像がありますが、この銀色の部分がハンダ付けされた後の外部電極です。外部電極の役割なんですけど、いろいろあります。まずはハンダなどを使って外部回路との電気的な接続です。この画像とイラストの通りで、外部電極がプリント基板上の銅箔にハンダを介して電気的に接続されています。他には内部電極、この内部電極ですね。そちらとの電気的な接続、そして外部から湿度であったり水分が入ってくるのを防止する役割があります。実際のですね、外部電極はこんな簡単な構造じゃなくて、もうちょっと複雑な構造をしています。拡大するとこのように銅、ニッケルメッキ、スズメッキの層になっています。それぞれ見ていきますが、まず銅は内部電極と接続しています。これは製造工程の話とちょっと絡んでくるのですが、この銅の部分は単純な銅ではなくて、銅の粉末、ガラス粉末、樹脂溶剤を溶いてペースト状にしたものです。それを塗って焼き付けたものがこちらの銅の部分です。ガラスを混ぜるとですね、セラミックとの濡れ性が良くなるんですね。そういった理由もあってガラス粉末を混ぜています。こちらの銅を焼き付けた上にニッケルメッキをしていきます。これは耐熱性向上であったり、あとはハンダ付けするときにこの銅の部分が食われないようにするためです。いわゆる銅食われと呼ばれるものを防ぐためにあります。そして一番外側の部分はスズメッキです。これはハンダ付け時のハンダの濡れ性を良くするためにやられています。ある程度構造的な説明ができましたので、次は MLCC の製造工程について解説していきます。こちらが主な製造工程です。まず誘電体スラリーを製造して、そしてそのスラリーを支持フィルム状にドクターブレードなどを使って塗布します。それがですね、グリーンシートと呼ばれる誘電体シートです。グリーンシートの上に内部電極をスクリーン印刷した後に、それらシートを積層してプレスします。その後にダイサーやブレードなどを使ってチップ形状に切断していきます。切断したチップの中にはスラリーや内部電極を印刷した時のバインダーが残っています。それらを熱分解するための脱脂という工程を通って、その後さらに1000度を超える高温でセラミックと内部電極を焼成、焼結していきます。焼いた後、このままですとまだ MLCC としては使えません。なぜかというと、電気的に外に引き出す電極がないからです。なので、外部電極を形成して、それを焼き付けます。その後、外部電極部分をメッキすれば MLCC は完成です。製品として出荷するので、MLCC が特性通りに製造されているかを全数確認します。静電容量、ESR、耐圧、絶縁抵抗なんか、そんなところですね。そして包装出荷です。では、それぞれの工程をもう少し細かく見ていきます。まずは誘電体スラリーの製造工程です。そもそも誘電体の原料が必要になってきます。粒子径は作りたい MLCC によって変わるのですが、粒子径がコンマ何マイクロメートルとか、そのくらいの細かい粒子の誘電体材料を使います。その誘電体材料を溶媒であったり、バインダー、接着剤ですね。それらと混ぜ合わせてスラリー状にします。スラリーっていうのはですね、ドロドロというかトロトロというか、そんなですね、粘度の強い感じの液体です。ここまで何度も説明で出てきていると思うんですけども、MLCC 誘電体層が薄いものですとマイクロメートル以下のものもあります。そういったところで使うためにも誘電体の原料の粒子径は細かくかつ均一な粒子径であるということが求められます。でですね、これらを混ぜるときもばらつきみたいのが出ないようによく分散させて混ぜる必要があるんですね。結構難しいと思います。
誘電体スラリーを製造した後は、そのスラリーをフィルムの上にシート状に塗布していきます。それを乾燥したものがグリーンシートです。なんでグリーンシートっていうか調べたんですけども、結局わかりませんでした。もしわかる人いたらコメントお願いします。スラリーを塗布する方法はいろいろあるかと思うんですけども、例えばドクターブレードを使う方法であったり、ダイコーターを使う方法なんかがあります。こちらのですね、塗る厚さですね、調べたところ非常に薄くて数マイクロメートルから数十マイクロメートルオーダーで塗るそうです。均一に塗るのも難しいですし、そもそもフィルムの平坦度をですね、担保するのもこれなかなか難しいんじゃないですかね。塗った後乾燥させるんですけど、このスラリーのひび割れであったり、あとは溶媒の対流がですね、スラリーで起きるとその粗密ができるので、そういった点に注意します。でですね、グリーンシートが完成したらその上に内部電極ペーストをスクリーン印刷していきます。スクリーン印刷なんですけども、デザインを2つ用意します。それぞれ印刷した後、互い違いになるようなデザインです。そうして重ねていったものをこの後カットするんですけども、そうするとですね、ちょうどいい感じにこの内部電極が単面に出てくれます。内部電極はニッケルの粉末が使われるんですけども、非常に粒子系細かくて、コンマ何マイクロメートルのものがよく使われるそうです。このニッケルの粉末も品質が非常に重要で、例えばみんな細かい粒子なのにそこにですね、少しだけ大きい粒子が混ざっているとグリーンシートにですね、塗った時にグリーンシート貫通してしまいますし、電極ペーストを作る時にニッケル粉末が変形してしまうとですね、塗った時であったり、重ねた時、プレスする時、焼く時にですね、グリーンシートを突き破ってしまうかもしれません。そうすると MLCC の信頼性が下がったり、あとは製造不良になったりします。あとはペーストを塗る時の溶媒ですね。それにも注意必要です。ペーストに含まれている溶媒がグリーンシートにですね、悪影響を与えるかもしれないからです。これ、シートアタックとか呼ばれています。内部電極を印刷し終わった後のグリーンシートを重ねてプレスしていきます。シートのサイズなんですけども、だいたい数十ミリから数百ミリサイズのものを重ねていってプレスします。単純に重ねるって書いてあるんですけども、これ電極の位置合わせとかやっぱりかなり重要な部分なので、そういった位置合わせの精度が重要な工程になってきます。次は重ねたシートをチップ形状に切断していきます。例えばダイシングソーを使う場合ですね、回転する刃で切っていくんですけども、これをやるとですね、刃の厚さ分の材料が無駄になります。サイズの大きな MLCC をカットする場合、ロス分の材料割合は少ないんですけども、小さい MLCC ですとここに刃を何回も通していくので、材料の無駄が効いてきます。他には押し切りタイプで切断するものもあります。これはですね、結局刃を押し当てて材料を切るというか、潰していくような、そういった切断方法なので、シートの剥がれであったり、内部電極の剥がれが気になってきます。チップ形状に切断したものをこれから焼いていくわけなのですが、本格的に焼いていく前にまず脱脂工程というものを通します。これは何のための工程かというと、スラリーや電極を作った時に混ぜたバインダーを除去するための工程です。数百度数時間加熱すると中に入っているバインダーは熱分解されて蒸発していきます。この後本格的に焼いていきます。焼くといっても火で焼くわけではなくて、ヒーターとかですね、そういうのを使って焼いていきます。焼くというか焼成ですね。焼くための炉の中が1000度から1300度くらいなんですけども、そこで焼いてセラミックと内部電極を一体化していきます。内部電極はニッケルでできていますので、それらが酸化しない雰囲気中で焼いていきます。チップが焼き終わった後、チップの両端面に外部電極を作ります。これを作ってようやく MLCC として使えるようになるわけです。外部電極を作る方法なんですけども、ディッピング方式でやるのが一般的です。銅の粉末、ガラスの粉末、樹脂の溶剤をですね、溶いてペースト状にしておいて、それを常磐の上に広げておくと。で、その上にチップをピトってくっつけて、で、また引き上げると。ある程度の大きさがある MLCC ならこのやり方でも全然問題ないと思うんですけども、これよりですね、さらに超小型の MLCC ですね。村田製作所の 016008M サイズとか、そういった超小型の MLCC もこの方法でやっているのかは、ちょっと調べた限りですと分かりませんでした。多分そこら辺も結構ノウハウとか色々あるんでしょうね。調べても出てこないかなというところです。ディップした後は高温で電極を焼き付けて、その後ニッケルメッキ、スズメッキをすれば MLCC の完成です。
ここまでの工程を全部通ってきた MLCC ですけども、皆さん見てきた通り非常に細かい構造を持った電子部品を1個数円、ロットによっては1個1円もしない価格で販売できる技術力って相当すごいと思うんですけども、皆さんはどう思いますかね？私はこの動画作ってから村田製作所には足を向けて寝られなくなりました。そして最後 MLCC の主要メーカーをまとめたものです。やっぱり予想していた通りなんですけども、村田製作所がダントツの1位です。村田製作所、サムスン、ヤゲオ、太陽誘電、TDK が主要プレイヤーといったところです。メーカーによっては売上の細かい内訳までは発表していません。サムスンは電子部品という枠の中に MLCC が入っていますし、太陽誘電 TDK なんかはコンデンサーという枠に MLCC が入っています。なのでこの3社については MLCC だけの売上ではないという点に注意は必要です。TDK なんかは受動部品の中でも磁性体を使った部品が特に強いんですけども、実は MLCC もやっています。今回の動画では特に説明しなかったのですが、実はチップインダクターも MLCC と同様に積層構造で作る場合があります。なので TDK はそういった構造の共通点がある MLCC をやっていますし、逆に村田製作所は MLCC の製造技術を応用してそういった積層型のチップインダクターを作っています。こんな感じでですね、調べてみると結構面白い業界だったりするんですね。というわけで、スマホ、家電、自動車などありとあらゆるところで使われている積層セラミックキャパシタ MLCC について解説してきました。この動画を見ることで MLCC についてある程度理解してもらえたのではないかと思います。2024年最後のディジキー動画となりましたが、2025年もディジキーと一緒に動画を作っていきます。ぜひ期待してお待ちいただければと思います。もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。